はい、大阪大学の野木です。よろしくお願いします。本日はこのセルロースナノファイバーの、デバイス利用と研究動向の紹介ということで、お話をさせていただきます。はい、今、略歴が紹介していただきましたけど、私はそうデバイス絡みの話をしてくださいということはよく言われるんですけども、もともとこのように木材セルロースを農学部の出身で木材セルロースの研究をずっとやってました。それで博士取ってから、京都大学で、セルロースナノファイバーの研究を始め、それで阪大に移ってからデバイスを少しかじったって言ってたら、もう10年ぐらい経ったんですけど、一番ずっと根っこにあるのは木材セルロースの、研究っていうことが私の、研究の根っこにあります。はい、それで今日の話は、こういうセルロースナノっていう YouTube のページを作ってまして、ここに100個ぐらい動画あるのかな。そのうち半分が英語で半分が日本語ということで、実質50個ぐらい動画があるんですけども、その中からパパッとかいつまみながら話をしてきまして、本日のパワーポも100何ページあるんで、かなりバッと飛ばした話になるかと思うんで、こちらの方のセルロースナノっていうページにアクセスして、なんかいろいろ動画を見ていただければ、復習なり、今日話しなかったトピックなんかのことなど、理解などもできると思いますね。大体どれも30秒、長くて1分ぐらいのつもりで作ってますんで、空いた時間にパラパラと眺めていただければいいかなと思います。はい、それでこれが本日の発表内容になるんですけども、まず最初にゼロから学ぶっていうことで、基礎的なところで3つのトピックをお話しします。でその後、デバイスの利用についての話を2件。一つは成分解性で、のペーパーデバイス、リサイクルできる、ペーパーデバイスの話が1件と、あともう一つは、水濡れ故障を防止するっていうのは、マイグレーションで、ショートして電子デバイス動かなくなるということがあるんですけども、それを防止する技術っていうことを話したいと思います。で、一番最後に最新研究動向としまして、デバイスとはちょっと離れて、セルロースナノファイバーで、最近やってる研究トピック。一つはうちの、春日助教がやっているもの。電圧引火によって廃校しますよっていう話と、あと2つは、世界中の、日本の研究者もそうなんですけど、私がとは関係ない、いろいろやられている注目の技術っていうのを話をするっていう3部構成でいきたいと思います。まず最初にゼロから学ぶ、そうだな。で、ちょっとこのナノセルロース製造方法っていうのはちょっとかなりマニアックな話になるかと思います。本日パナソニックさんの方への話っていうことで、パナソニックさん自体セルロースナノファイバーの研究開発されているんで、ちょっと難しい専門的な分野もいいかなと思いまして、ナノセルロース製造方法っていうのはかなり深いところまで話しようと思います。はい、それで最初に木材セルロースナノファイバーの話なんですけども、これですね、これが一番最初の2トピックが一番私が皆さんに覚えて帰っていただきたいことなんですけども、二酸化炭素を削減するために樹木を使うか使わないかっていう話なんですけども、よく言うと思います。エコな、ここの今日の会場もすごくウッディな感じにして、木を使うっていうのは自然に優しくて、なんかいいことだねっていうような風潮はすごくあると思います。でも一方ですね、よく言うのがニュースとかで、地球の森林が毎年年々なくなっています。で、この森林伐採を防ぎましょう。そうだって皆さん言うんですよね。じゃあ森林伐採をしないで木材の木製品をどうやって入手するか。不可能なんですよ。絶対不可能なんですよ。ここら辺にある木なんかは間違いなく木を切りってやりますし、紙なんかも全部木材から使ってセルロースを取り出してやるっていうことで、木も服も綿もコットン、コットンはちょっと違うかな。森林ではないんで。紙コップなんかもパルプなんかも木を切り倒してやる。でも木を切り倒すなっていう意見もある。その両論はどうやって成り立たせることができるのかっていう話なんですけども、まず木を切るなっていう人の意見。これはもう、これですよね。光合成で二酸化炭素を削減されるからっていうようなイメージで皆さん言われてるんですよね。で、有名な話、小学校の時からは習った話なんですけど、植物は光を受けると二酸化炭素を吸って酸素を発すことができる。これは人間にはできないことなんで、非常に重要な生き物ですよっていう話なんですけども、生き物なんですよ、植物は。
生き物っていうジャンルの中に植物っていうのがあって、植物と生き物は別の世界じゃなくて、植物は生き物の一つなんで、生き物に共通することっていうのは呼吸する。こういうふうに川田も猫も人間も赤ちゃんも植物も呼吸をする。呼吸っていうのは酸素を吸って二酸化炭素を吐く。で、人間はそれしかできないから二酸化炭素を吐くだけしかできない。でも植物は光合成で二酸化炭素を吸うこともできれば、呼吸で酸素を吐くこともできる。両方できますよっていうのが植物です。で、じゃあ両方するんなら二酸化炭素を吸って吐くんなら、あれ聞いた話と違うじゃん。二酸化炭素吸うんでしょ。でも呼吸で吐くんでしょ。あれれれれっていう話になると思うんですけども、それがこちらの話で、木がちっちゃい若い時は光合成で二酸化炭素を取る。それで、その C で炭素で自分の体を大きくする。だから単純に木がどんどん大きくなっていくときは、空気中の二酸化炭素が木の中に蓄えられて、どんどん大きくなっていく。で、その時はもちろん呼吸で吐くんですけども、吸う量と吐く量っていうのは、若い時は吸う量のが多いんですね。だからここは二酸化炭素がどんどん吸われていくと。で、木がどんどん大きくなって、生木って言われるぐらいの木になってくると、単純に私たちが目で見る街路樹みたいなものはほとんど生木なんですけども、そういうところになると、二酸化炭素を吸う量と吐く量っていうのがイーブンになるんですね。イーブンになるってことはプラスマイナスゼロ。まあ人間は吐くだけなんで、まあそれよりかはいいかもしれないんですけど、二酸化炭素終始ゼロってことは、あってもなくてもどっちでもいいってことなんですね。ってことで、切りましょうってことなんですよ。木を切って使いましょう。で、木を切ってそれを燃やすと、ふわっと二酸化炭素が出るから燃やさない。できるだけ燃やさない。朽ちてっても二酸化炭素が出てくるんで、できるだけこう長いこと使い続ける。で、そこでやめると問題で、その後に植林しましょうって。木を切って空いたスペースに木を植えたら、それがどんどん大きくなって、二酸化炭素の収支がイーブンになった頃には、切って燃やさず使って空いたスペースにどんどんやりましょうっていうことをやればいける。リサイクルをぐるぐる回せば問題なくいける。で、最初に言った森林がなくなってるっていうのは、あれは天然林っていう人間が植林してないところなんですね。アマゾンのジャングルみたいなところ。天然林っていうのは森林以外にいろんな生態系があって未知のいろんなものがあるかもしれない。人間には絶対作れないものなんで、非常に貴重なものなんで、それは絶対触らないでおこうと。でも植林したところっていうのは、いやいや、それはもう人間が50年前、100年前に木植えたんだから、そこはもう一回植えればいいでしょっていうことで、植林するところは切って、人工林は切って、その後植林して、切って植林して、切って植林してを繰り返して、天然林は絶対に切らないっていうふうにしましょうっていうのが、そういう流れです。だから、木を切らない、でも木を使おうっていうのはそういうことです。で、じゃあ、次にもう一つ重要な話がありまして、いつ切るんだっていう話です。で、まず最初に、全世界で森林がどれだけあるかっていう話なんです。まあ、地球儀見たらもう分かるんですけど、圧倒的に地球って海なんですよね。それで海の中に陸地があって、陸地が3割ぐらいらしいです。2乗分とすると、陸地はこれぐらいらしいです。で、陸地の中でも森林ってほとんど少なくて、こんなもんらしいです。全世界の3割ぐらいしか、地球上の表面積の3割ぐらいしか森林っていうのはないそうです。じゃあ一方、日本はどうか。ドンといきますと、逆なんですね。日本の7割ぐらい、6割、7割が森林。なんか日本が狭い理由っていうのはこれでよくわかりますよね。もともと国土が狭いのに、ほとんど森林だっていう。で、まあ、こんな風に非常に森林が多くて、まあ、これご存知だと思うんですけど、世界有数の森林大国っていうことで、日本は OECD の中でベスト3に入るぐらい非常に森林が多い国です。で、先ほど言った、植林しましょうっていうことなんですけども、日本の人工林、植林して作った林っていうのは、ものすごいどんどん増えてるんですね。これちゃんと結構守られてるんですね。天然林のボリュームっていうのはそんなに減ってない。わずかに微増してるけど、人工林はものすごい勢いでどんどん増えていって、右肩上がり。
最近日本のグラフで右肩上がりっていうのはなかなかないんですけど、非常にこれは右肩上がりで楽しい、ハッピーなグラフだと思うかもしれないんですけど、これが実は悲惨な状況を生んでまして、これですね、木材、木ってのは植物、生き物だっていうのは常に忘れないでほしいんですけど、生き物なんで成長して大きくなって、それでそのうち寿命があるっていうのがあって、詳しい話は私も知らないんですけども、樹齢が50年から70年っていうのが切る、適齢の切る時期らしいです。確かに樹齢20年、30年って言ったらこれぐらいなんです。日本で杉でこれぐらいの丸太っていうのは樹齢に30年なんで、確かに切るには若すぎるなっていうんで、50年、70年するとキルに適したところに行くそうです。で、そのままほっとけばいいかという、なんですかね、鉱物とかああいうものは、鉄鉱石とかああいうのは土にあれば、多分10年、20年、100年ぐらいほっといてもいいはずなんですよね。でも植物って寿命があるんで、50年、100年もほっといたらなくなっちゃうんですよね。で、それでここが切るべき時だっていうところなんですけども、この灰色の、うっすら灰色にあるのが、1985年のデータになると、若い木が多いですねっていうところ。それから20年経つと、ぐーぐっとそのまま右側にシフトしてるんですね。もうこれ人口ピラミッドと一緒で、若年層が昔はたくさんいたのに、それが全員年取って、若い世代が増えてない。で、これを今まさに伐採適齢期っていうのが迎えてるんですけども、皆さんご存知のように日本の林業が盛んとはとてもなかなか思えなくて、そんなに切ってる気配もないなって感じがしますよね。で、木を切らなかったら、ここで植えなきゃ話にならないですね。CO2 削減っていう意味でも。で、切らずに植えようとなるとどうなるかっていうと、狭い日本の平地を植えなきゃいけない。そんなことする人いないんですね。我が家を建てずに木を植えたい。そんな人は絶対いないんですよ。だからこれはいかにして早く切らない。もうこれあと20年以内の勝負なんですね。これ適齢期過ぎると切ったところであんまり使い物にならないねっていう木になるそうなので、ちょっとこれも待ったなしの非常に大変な状況が起きています。で、早く切らないともう伐採適齢期が過ぎちゃいますし、そもそも狭い日本では植林する場所がないですよと。で、十分育った木っていうのはもう CO2 吸収するっていうのはそんなにメリットがないんで、早く切って早く植林しましょうっていうところが重要なポイントかと思います。はい、すいません。全然違う話だったんですけど、ここが一番強く言いたかったところで、ここからざっといきます。で、まずじゃあようやく本題に入ってくるんですけど、セルロースナノファイバーはどこにあるかということで、それももう木の中にあります。で、こんな風に木がありまして、ずっと木をズームアップしていくと、こういう風に年輪という構造があると思うんですけども、年輪をズームアップしていくと、こういう風に丸いのがあって、これを細胞壁と呼びます。で、細胞壁っていうのは、これがモデル図、固定さんが書いた有名な図なんですけども、木材細胞壁、またはパルプ繊維って呼ぶんですけども、これをズームアップしていくと、ここに細い線があります。これがセルロースナノファイバー、セルロースミクロフィブリルです。今日の発表でセルロースナノファイバーとナノセルロースっていうのはごちゃごちゃって言ってるんですけど、特に意味の違いはありません。でも学術的にセルロースナノファイバー、ナノセルロースっていうのはセルロースミクロフィブリルって言われています。で、これ、後でミクロフィブリル化セルロース、これセルロースミクロフィブリルなんですけど、ミクロフィブリル化セルロースっていうややこしい2つあるんで、少し話しておきますと、生物学では細胞にある細い糸状の物体のことをミクロフィブリルって呼ぶんですね。だからセルロースの細い糸状の物体、細胞壁にあるものをセルロースミクロフィブリルって呼ぶわけですね。で、後で出てくるミクロフィブリル化セルロースっていうのは、フィブリル化っていうのがテクニカルタームでありまして、繊維状に毛羽立たせたものっていう意味なんです。で、この最初にあるミクロフィブリル化のミクロっていうのは、マイクロメートルっていう意味じゃなくて、細かいっていう意味なんです。だからミクロフィブリル化セルロースっていうのは、フィブリル化セルロースの中でも細かいですよって。細かく毛羽立たせたセルロースですよってことです。で、今さっき言ったセルロースナノファイバーイコール、セルロースミクロフィブリルっていうのは細胞壁にある物質ですよってことです。で、これがパルプ繊維、紙の原料になるものなんですけども、これ1000倍で見てみるとこんな感じで髪の毛ぐらいの太さで10ミクロンぐらいなんですけども、
ズームアップしていくと3000倍、特に何もなく、1万倍、あんまり見えにくいですね。で、3万倍すると何か見えてきて、6万倍、次まだだから6万倍になってくると、こういうふうに細い繊維がたくさん見えるのがあると思います。だからセルロースナノファイバーは誰が作ってるかっていうのは、植物が細胞壁で作ってて、人間がしてるのっていうのは、それをほぐしたりしてるっていうだけのことです。はい、セルロースナノファイバーは樹木の中にありますと。それで、次がナノセルロースの製造方法ですね。でセルロース繊維、主にセルロース繊維、ざっと大きく分けると3つあります。1つが紙の原料になる昔から使われているパルプ繊維、幅が数十ミクロン、髪の毛ぐらいのその繊維で、紙をビーって破ったらこう、ささくれだって見えるやつが、あれがパルプ繊維です。で、それよりちょっとサイズダウンしたもののミクロフィブリカセルロース、セルロースナノファイバーみたいな3つあると思うんですけども、いずれも木材から作りますと。で、パルプ繊維っていうのは全部木から作るんですけども、木材を漂白処理してやると、パルプ繊維っていうのができます。基本的に漂白するだけでできると思ってもいいようなものです。で、その後、ちょっと機械的な回線処理をして、で、液体が白いものっていうのは、まあ、ミクロフィブリル化セルロースかな、MFC かなって思っていただければいいかなと思います。それで今、これ飛ばした。で、回線処理した後に透明になるものがあるんですね。それがセルロースナノファイバーかなっていうふうに思っていただければいいと思います。で、このセルロースナノファイバーとこれ、なんで違うのかっていう話なんですけども、ここの出発のパルプの違いが重要なんですね。ここの装置が回線処理によってっていう話をよくされるんですけども、あんまりあんまりどころか全く関係ないことが最近分かってきまして、どのパルプを使うかによって、クラフトパルプ、サルファイトパルプなんかを使うと白い液体になって、ちょっと太いミクロフィブリルかセルロース。で、店舗酸化処理とかカルボキシメチル化みたいなののパルプを使うと、こういう透明な液になってセルロースナノファイバーが得られますよというところです。だから、パルプを慎重に選ぶっていうのは非常に大切ですよということです。じゃあ、セルロースナノファイバーで、まあ、いろいろ種類があるんで、5つ主に入れますと、まあ、ミクロフィブリル化セルロースもナノセルロースに入れることもあるんですけども、すべて共通点としては、チップから始まって回線処理して以上っていうことです。で、何が違うかというと、ここです。今さっきも少し話しましたけど、樹木の種類、ほとんど関係ないです。回線処理の方法、これもほとんど関係ないです。ここです。ここのパルプ化の方法が大きなポイントとなります。で、今さっき言いましたように、こういうふうに、クラフトパルプ、サルファイトパルプっていうのを入手して、機械化処理すると白い液になって、ミクロフィブリルかセルロースが得られます。で、そのクラフトパルプ、サルファイトパルプなんかを、店舗酸化処理とかカルボキシメチル化処理っていうパルプへちょっと後処理してやって、その後回線処理すると透明な液ができます。セルロースナノファイバー。幅が3ナノ、5ナノっていうかいうぐらいの非常に細いセルロースナノファイバーができます。で、当然ここはいろんな処理方法がどんどん年々報告されてますけども、基本的にクラフトパルプ、サルファイトパルプを化学処理してセルロースナノファイバーを作るっていう流れです。あともう一個面白い流れのがあって、木を漂白するときに、クラフトパルプ、サルファイトパルプ以外にワイズ処理、過酢酸処理っていう方法で漂白してやると、なぜか知らないんですけど、この2つで漂白してやると、そのまま、回線処理すると、細い透明なセルロースナノファイバーが得られるっていうことが分かっています。こんな感じで、パルプを入手、これを分かりやすくしたんですけど、パルプを入手して、機械処理すると白い半透明なフィルムしかできませんよ。化学処理してやると透明になりますよ。チップから頑張ってやると透明になることもありますよっていうところになります。はい。それで最近、出てきた一番、これが京都大学の小林先生が発表されたところ成果なんですけども、最近面白い成果が出たので、それもちょっと紹介したいと思います。で、こちらでやられたのは、店舗酸化処理のパルプ用意しまして、で、いろんな回線方法があるんで、一応有名なダブルシリンダーホモジナイザー、超音波ホモジナイザー、高圧ホモジナイザーっていうようなことを3つ選ばれました。で、店舗パルプこの店舗処理、酸化処理パルプをその3つの方法でやってみたところ、
なんか得られたものはどれも同じような長さ、太さだなっていうのが分かりました。それで、これナノファイバーなのにこんな風にくねくねっと曲がってるのが分かると思いますけど、これセルロースナノファイバーはどうも血管があるらしいってことが分かってきて、その血管の出来具合はなんかこの処理方法によって違うのかなっていうのがメインで研究されたことなんですけども、なんかこれ機械学習なんかもいろいろ使ったらしいんですけども、血管の数、サイズ、場所なのかを詳しく評価されたそうです。そしたら結論として、どんな方法で回線処理したって同じような血管になりますよってことが分かりました。で、小林先生自身はもう血管フリーのセルロースナノファイバーっていうのを作ろうと目指されて日々頑張ってるんですけども、やっぱりそうなるとそういう血管ができるプロセスっていうのはここなんじゃないかなっていうようなことがだんだん分かってきました。はい、それでセルロース、次はナノセルロースの透明材料についてなんですけども、もうこれもまずこの話で、どうして紙は白いか、理由を知ってますかってことで、ビールの泡ですね、ビール自身じゃなくて、ビールの泡と雪と紙、この3つはみんな一緒です。はい。で、ビール自身、ここですね、飲まれるところは透明ですよね。でもここで、バーっと入れると泡が立つんですよね。空気と混ざってる部分が泡立ってますねっていう。で、氷もありますよね。透明な氷の作り方っつって。よくご存知かと思いますけど、氷の中に気泡が残っていると白い氷になるけど、その気泡ができないように氷を作ってやると透明な氷ができますねっていう話で、これも空気が混ざっていると白く見えますと。で、透明な物体はこう光を通り抜けてくるんで、透明っていうふうに見えるんですけど、こんな風に中に空撃があると、ここで光が散乱して白だっていうふうに見える。透明な氷と白い半透明な氷ってことです。で、だからビールもここでぐちゃぐちゃっと空気があるから白く見えて、雪も氷と空気が入り乱れてるから白く見えますよねって。で、じゃあ紙はっていうと、紙も密度的には半分がセルロース、半分が空気。中に空撃があるから白く見える。だからこの右側の氷と一緒なんですね。中で空撃があって、そこで光散乱するから白く見える。で、紙も中に光散乱する空撃があるから、それで白く見えると。だから空撃のない紙作ってやると透明になりますよ、なるんでしょうねっていうところで、それがこちらです。セルロースナノファイバーで作った透明な紙っていうところで、紙は本来白じゃなくて、本来無色透明なんですよっていうところです。セルロースナノファイバーの液を乾かしてやると透明なフィルムができます。で、こっちが白い紙で同じような倍率なんですけど、こっちが太い繊維で、パルプ繊維で、ここに隙間がたくさんあって、こっちセルロースナノファイバーで作ると隙間がほとんどなくなるんで、非常に透明性の高いフィルムができますよと。で、物性としても素晴らしくて、紙のように、まず折りたたみ可能ですよね、こんな風に。で、ガラスのように低熱膨張率で、ガラスのように高透明性ですよっていう性能がありますと。で、なんでこんな優れた機械特性があるかっていうと、セルロース、分子自身がブーっとまっすぐ並んでいる直射状の高分子ですからですよってことです。で、これは、セルロースナノファイバーは、他のセルロース系ポリマーよりも結晶性がちょっと高いんですね。ちょっとでもないか、だいぶかな。で、あと、セルロースナノファイバーがネットワーク構造を作ってるっていう、この3つの理由で、今さっきの透明な紙が優れた性能になります。だからここにまとめると、普通の一般的な高分子にポリマーに比べて、セルロースっていうポリマー自身は、ちょっとっていうか、割とかなり性能はいいです。で、セルロースのポリマーに比べて、セルロースナノファイバーはもっと性能がいいんですね。だから、透明なプラスチックフィルムとセロハン比べると、まあまあセロハン性能いいです。強度も高いです。でも透明な紙っていうのは上に書いた3つの理由があるんで、もっと性能がいいっていうことになっています。はい。で、これで以上でざっと基礎的な話をしまして、残りの時間でデバイス利用についての話をしたいと思います。
はい、阪大で、ナノセルロース、セルロースナノファイバーの研究、デバイス研究をやってるんですけども、こんな感じで、先ほどから言いますように、ここの川上が結構重要なんで、もうチップから、パルプ作って、ナノファイバー作って、で、デバイスを作る。だからデバイスはそんなに力は入れてなくて、どっちかというとここら辺で、どのようにセルロースナノファイバーを作ったら、ナノペーパーのクオリティがコントロールできるかっていうのをメインで研究をしております。で、今まで、5年、10年ぐらい前までこんな感じでアンテナ作ったり、配線書いたり、透明導電膜作ったり、太陽電池作ったり、トランジスタ作ったりっていうのをいろいろしてまいりました。で、2年ほど前、そうだな。その前に、ナノペーパーのデバイスのいいところは何ですかっていう話になると、最初に話した二酸化炭素が削減できますよっていう。あと、セルロースなんで、熱に強いんですね。多くのプラスチックよりも。高耐熱性っていうので、デバイス製造には熱をかけるプロセスがあるんで、ここでメリットがありますよっていうところです。あとは、マテリアルリサイクルってことで、ちり紙交換っていうのが、これは社会インフラとしてもうすでにあるんで、私たちが何も努力しなくても、もうすでに、紙の原料の6割は古紙、リサイクルした紙で、紙から作られるっていうぐらい立派なちり紙交換という社会インフラがあるっていうのも素晴らしいことかなっていう。で、自然に帰りますよっていう話がありますねっていうところで、そのあたりでデバイスの話をしたいんですけども、回収不要、土に帰るペーパーセンサーっていう、湿度センサー、ナノペーパー IoT デバイスっていうのを、2年ほど前に発表しました。まず最初にやったことっていうのは、セルロースナノファイバーを使ってキャパシタっていうものを作りました。銀の、電極作って、真ん中にセルロースナノファイバーの膜を作って、その上に銀の電極を作るっていう積層のキャパシタを作りました。この積層構造のキャパシタで、割とトラディショナルな方法でして、ポリイミドを真ん中に挟んだりとか、ペットフィルムをペットを真ん中に挟んだっていうようなキャパシタもありました。でも、真ん中にセルロースナノファイバーを挟んでやると、誘電率が高いんで、セルロースっていうのは、ポリイミドやペット系の積層コンデンサーよりも3倍高性能なものができました。で、それがここですね、キャパシタを作って、で、あとナノペーパーの基板の上に、銀でコイルの配線を書いたりして、トランジスタはこれはもう、あれですね、どこかにあるものを入手して搭載したっていう形なんですけども、コイルやトランジスタを搭載して湿度センサーの出来上がりってところです。それで、これですね、先ほどこの性能が3倍いいって言ったんですけども、ペットとかポリイミドっていうのは湿度が変わっても何の性能が変わらないんですね。で、セルロースって湿度が変わると性能が変わるんで、このキャパシタ性能が上がったり下がったりするんですね。それはキャパシタとして使えないから、デメリットだっていう話もあるんですけども、じゃあキャパシタの性能が湿度によって上がったり下がったりするってことは、それで湿度センサーにすればいいじゃないかということで、このキャパシタ自身を湿度センサーとして利用することで、こういう、センサーを作りました。でもこれ回路作ってますんで、こういうふうに無線で情報を送受信できることができますよっていうふうになりました。で、こんな感じで、野外にもこういうふうに貼って、交差点ごとに雨が降る情報を収集するとか、山の中に木を貼っといて、山奥でゲリラ豪雨があった時のその情報を得るだとか、で、野菜とかに貼っといて、その植物の湿度とかそういう、なんですかね、売れ頃というか、そういうような食料生産とか管理の効率化っていうのにも使えるんじゃないかなっていうふうに考えております。で、先ほどちらっと言いましたけども、この節度センサー自体、土の中に入れてやりますと、10日でこんな感じ、20日。でもう1ヶ月ぐらい経つと 95% 以上分解されます。ってことは、このままこれが木になって、それを切って、ナノペーパーを作って、デバイス作ってっていう、こういうふうに、土に埋めたら分解されて、数十年後は樹木になって、そして再びペーパーセンサーになるという、こういうエコなリサイクル循環が可能になると考えています。で、次に水の冷故障を防止する話なんですけども、先ほど言ったこんな感じ、この湿度センサーっていうのは、
道路標識のところに貼って、交差点ごとに湿度管理しましょうとか、山の中に行って木に貼って、で、山の中の天気情報とか、そういう災害情報なんかも収集できますよねっていう話をして、そうなると気づくことは気づくと思うんですけど、雨降るじゃん。雨降って大丈夫なの？雨降るところにセンサーを置いて、で、乃木さん、あなたの作った、春日さん、乃木さんの作ったセンサーって、なんか、むき出しじゃないか。紙の基板の上に何か書いて、これを雨の降るとこ置いて、そりゃ壊れるでしょうっていうふうに思われる方がいるかもしれないんですけども、それが起きない面白い材料なんですよっていう話をしたいと思います。ナノセルロースを塗れば、濡れても割れても故障しないデバイスになります。で、もともと、濡れるとマイグレーションが発生して短絡が故障を引き起こす。乾いても短絡が残る。ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、皆さん何かのデバイスを水に濡らして壊したこととかいうのが1回は耳にしたことがしたことあると思うんですけど、私もあって、それ昔からすごい不思議で、濡れた時にショートするはいいんだけど、なんで乾かしたら元に戻らんのや。なんか水が電気流すとか聞いたことあるけど、それなら乾いたら、私の大切な、例えばスマートフォンは乾いたら動くんやろと思っても、水に落ちたものは乾かしても二度と絶対動かない。なんでだろうっていうのが、マイグレーションが起きるっていうところなんですけども、これが実験なんです。これ銅の電極を用意して、そこに霧吹きで水をかけて、こんな感じにかけて、で、電気を流した時の様子なんですけども、で、こっちが銅の電極で電気かけると、これこっちから左から右に動いてますけど、ここで銅が溶けて銅イオンになって、こちら側に旅します。そしたら銅イオンがこっちに届くと銅になるんです。そしたらこんな風に伸びていくと。で、どんどん銅イオンが銅になる、銅イオンが銅になるっていうのがつないでいって、こっちからこっちに伸びていくように見えるわけですね。なんで、こんな風に成長しちゃうんで、これ乾いても、ここに析出した銅っていうのはずっと、金属っていうのは残るんですね。だから、濡れたデバイスっていうのは乾かしたって永遠に動くことはない。で、これがマイグレーションのよるショート、故障っていうので、結構シビアな問題になってます。で、セルロースナノファイバー使うとどうなるかっていうと、これ今さっきと同じだな。ずぶ濡れになっても短絡故障しませんっていうところなんですけども、よいしょ。同じように用意しまして、まず最初にこれセルロースナノファイバーの液をかけてます。で、コーティングするんです。電極を、配線を。で、こいつを乾かしてやります。で、乾かすとセルロースナノファイバーの膜っていうのは透明なんで、まあ全然見えないんですけど、ここに薄いセルロースナノファイバーの膜があります。で、その上に同じように水をポタポタ垂らしてやると、で、先ほどと同じような観察をするんですけども、これ水の電気分解でこれ、水素がボコボコ発生してるんですけど、先ほどの動画は、この距離だったら1分でショートしたんですけど、これもう30分経っても、なんか、こっち側からニョキニョキ伸びるものって一切ないですよね。こんな感じで全然ショートして24時間経ってもこんな感じで、ショートする要因が起きないと。で、何が起きているかっていうと、こっち、これ変更板っていうので観察してるんですけど、ここにセルロースナノファイバーが集まってるんですね。こっち側から銅イオンが出てくるはずなんですけども、ここにセルロースナノファイバーが集まって、銅イオンがこっちの方に動くのを全部阻止してるっていうことです。次に、これでメカニズムを示したものなんですけども、よいしょ。電極があって、セルロースナノファイバーの薄膜がありますよと。で、そこに液が来ると、まず防潤します。膜がボワッと。それで、セルロースナノファイバーがもう、どっちかっつうともう、ふわふわ浮き始める雰囲気までいきます。で、それで、セルロースナノファイバーが水中にあるとマイナスにチャージしてるんですね。で、この時に電気が流れると、マイナスにチャージしてるから、セルロースナノファイバーがどんどんこっちのプラスの方に移動するんです。そしてプラスの方に移動して、こんな感じになると、ここからは銅のイオンがこっちに放出されるんですね。
銅のイオンがこっちに行って、ここにたどり着いたら銅のイオンが銅になっちゃうんですけど、ここで銅のイオンが放出されるんですけども、セルロースナノファイバーがまずそいつをキャッチすると。銅が出てくるんでセルロースナノファイバーをキャッチするってなると、そうなると総力戦になるんで、セルロースナノファイバーの数がいつか数で決まるんですね。銅イオンって無数にあるから。いつか負けるんですけども、でもまあ、ここら辺で、水で電気分解した OH マイナスっていうのが第2群の塩群でやってくるんで、で、ここで銅イオンが出てくるのをまた阻止するっていう。二段構えで阻止するんで、24時間電気かけても、マイグレーション、こっち側に銅イオンが移動するっていうようなことは起きませんでした。でショートすると何が、悪いことがあるかっていうと、こういうむき出しの配線に水をかけてやると、まあ、ショートして、1分間に、これサーモグラフィーで温度測ってるんですけども、1分経つと100度ぐらいに発熱するんですね。だから、こういう、だから実際にはまあこういうことが起きないように、エポキシ樹脂とかを塗って、ショートしないように、今現在の技術してます。電子回路はエポキシ樹脂なんかで封止して、回路に水が絶対行かないようにして、ショートしないっていう形でやってます。で、一方、私たちの技術は、セルロースナノファイバー、ナノセルロースで塗ると、濡れてもショートしないっていう。濡れないからショートしない技術と、濡れてもショートしない技術っていうふうになってます。で、こっちに今現在のエポキシ封止と比較した時の優位性っていうのは、エポキシで封止してるところ、割れたらどうすんのって。割れたらここから水が入ってショートしますよね。だからまあ、エポキシで封止する人は絶対に割れないようにするんですけど、絶対ってあんのかなっていうところもあるけど、まあ、こっちはもう、濡れてもいいんで割れても大丈夫っていうところで、それを分かりやすく示したビデオがこちらなんですけども、よいしょ。これ、電極に LED つけて、これ水中です。で、こっちは電極をポリマーで封してあって、右側はセルロースナノファイバーで封止してます。で、水槽の中でこういうふうにギッコンバッタン、ギッコンバッタンってやって、10分経って、まあこれいつか、こう30分経つとこんな感じで、ポリマーがこう変形させると割れるんですよね。で、封止剤が割れて、30分も経つとこんな風にどんどんショートし始める。で、当然こっちもセルロースナノファイバーの封止膜も割れてるんですよね。で、ギッコンバッタンやってる。でも割れてもこれ、こいつ自身が電気が来ると移動するっていう性質を持ってるんで、割れてても何でも関係なく、移動して呼ばれたところに集まって、マイグレーションを行わないようにするっていう形なんで、水中で1時間ギッコンバッタンしても、こっちは1個しか生き残らなかったんですけども、セルロースナノファイバーの方は全部電気が流れ続ける、ショートしませんでしたよっていう結果になっております。まあ、こんな風に、まあ、これはまあいいか。こんなところが。ということで、まあ、今さっきのベーパーデバイスっていうところも、セルロースナノファイバーを塗っとけば、屋外使用ができて、そのまま、ゴミにもならないっていうようなものが完成するかなっていうふうに考えておりますと。はい、それでこれから2つ、3つ、最新研究動向としまして、デバイスとはちょっと離れた話をしたいと思います。電気を流すとセルロースナノファイバーが配光してっていうことで、これもうちの春日先生、この4月からうちの助教になってるんですけども、彼の成果なんですけども、彼はマイグレーションのところの実験も学生時代やってまして、その時にいろいろやってると面白い現象がを見つけて、ちょっと今年発表しました。で、何の面白いことができたかというと、今のマイグレーションとすごくつながってる話なんですけども、セルロースナノファイバーの液に電極を突き刺して、で、ここに電気を流してやって、電極を引き上げると、セルロースナノファイバーが集まってると。まあ、今さっき言った話ですよね。で、こんな風に集まってるっていうのが、で、これで今さっきはマイグレーションを防ぎますよって話だったんですけども、集まること自体が面白いなっていうのを彼が思いまして、いろいろやってます。で、この集まったもので何をするかっていうと、そう、これ電極に沿って集まるんですよね。で、これを乾かして、これ今濡れた状態なんですけど、これを乾かしてやると、乾燥した固形物が得られると。
で、今までセルロースナノファイバーでできた乾燥体っていうのは、最初に話した透明な紙っていうフィルムしか作れなかったんですね。液をフィルムに板に垂らして乾かして出来上がりっていうことだったんですけども、これ電極に集まるっていうことは、電極の形を丸くしたりするとボールができますね。円柱にしたら中空のストローができますね。で、これはマウスピースの形に電極を作ってやると、マウスピースができますね。あとこれも面白いんですけども、非常に細い、直径 0.1 ミリしかない、非常に細いマイクロニードルっていうようなものもできるそうです。こんな風にいろんな複雑な形状っていうのが、こういう風に電極で集めることで乾かすってことにしてできることが最近分かりました。で、これ、スケールアップも非常に簡単だそうで、電極の大きさを大きくすればいいってことで、こんな感じに、簡単に大きくすることもできるそうです。で、あともっと面白いのが、電圧の大きさによって集まる方向が自由自在に変えられるそうです。弱いとセルロースナノファイバーが横向き。少し強い場合はランダム配降。普通はだいたいランダム配降なんですよね。でも電圧をいろんな方法で乾かして集める場合は、セルロースナノファイバーっていうのは、積層かランダム配降が多いです。で、こういうふうに電圧を強くすると縦向きに起立する状態っていうのもできることが分かってます。で、これがあれだな。そう。この横向きに並べた時っていうんで、これを乾かさない電極に横向きに並べて濡れた状態にしておくと、非常に摩擦抵抗の小さいゲルができます。よいしょ。こんな感じですね。上は滑らない床なんですけども、横向きにコーティングしておくと、非常にツルツルと滑る、ものができますと。で、あと、先ほど言った電圧を変えると向きが変わるっていうことは、堆積してる、凝集させてる間に電圧を大きくしよう、小さくしろっていうことを制御してやると、これがそれなんですけども、一番下側が縦向きで、真ん中がランダムで、一番上が横向きっていうような感じで、配降を制御することもできます。これなんでこんな風に配降を制御したかっていうと、上が横で、真ん中がランダムで、下が縦向きっていうのは、軟骨の構造で有名なんですね。で、これがコラーゲンがの繊維がこういう風に向いてて、それが軟骨になってるんで、セルロースナノファイバーで、人工軟骨みたいなものも将来はできるんじゃないかなっていうようなこともあります。で、あと、これ、ずっと見せてるのが銅でやったものなんで、銅イオンが入ってるものなんで、金属イオンの抗菌性っていうものも付与することができるんで、これは銅イオンでやったフィルムの場合なんかは、なんかテストしますと、ウイルスの 99.98% の不活性化をすることもできましたという、こういうような金属の種類を選んでやると、フィルムにさらなる高機能性を与えることもできますと。はい、それで次が、最新の研究動向としまして、ここからはちょっと私たちの研究じゃないんですけども、セルロースナノファイバーともう一つキチンナノファイバーっていうのもあるんですけども、樹脂と混ぜて、樹脂複合の透明材料っていうのがいろいろ報告されてるんで、それを歴史を振り返りながら紹介したいと思います。まず最初は2005年ですね。2005年、ナタデココで、あっちゃです。よいしょ。2005年、ナタデココを、で透明材料っていうのがセルロースナノファイバー複合透明材料というのが初めて報告されました。で、このナタデココ自体っていうのは、もう、このナタデココを顕微鏡でずっと見ると、ナノファイバーがパッと見えるんですね。最初に話した木材って年輪がありますね、細胞壁がありますねっていう、そういう階層構造がない材料なんで、そのまま樹脂と複合すればいい。回線処理をしなくても透明複合材料っていうのができましたっていうのが2005年、一番最初の報告です。それと同時に木材からセルロースナノファイバーを作って、
これですね、木材と樹脂を、木材パルプと樹脂を混ぜても、まあ、木材パルプ自体が白いんで、白い複合材料しかできないんですけども、木材パルプからナノファイバーを作ってやって、木材セルロースナノファイバーと樹脂を複合すると透明になりますよというのも、これも同じく2005年に発表されました。それで2010年ですね。で、キチンっていうのがありまして、カニの殻に含まれている、カニの殻と木材って割と似てまして、木材っていうのはセルロースとリグニン、ヘミセルロースとリグニンっていう3つがあって、で、それを脱リグニンしてやってっていう形なんですけど、カニの殻の場合はキチンっていうのがあって、キチンナノファイバーがあって、そこにカルシウムが入ってる。だからカルシウムを除いてやるとキチンになりますよっていう、非常によく似た構造なんで、カニ殻を漂白して、回線処理して、ナノファイバーを作って、で、このキチンナノファイバーと樹脂を混ぜたら透明になりますよっていうのが2010年、今は鳥取大学で伊福さんが報告されました。そうだ、伊福さんで思い出したんですけども、伊福さんっていうのは鳥取大学に移られて、キチンナノファイバーのベンチャー企業、マリンナノファイバーっていうの会社を作られて、もう5年かな、何年経つか覚えてない。だいぶ昔からキチンナノファイバーで、抗菌性とかヘルスケア的なところでいろいろベンチャー企業されてましたけども、なんか先月、セイコー PMC って会社に、なんつうんですか、バイアウトされて、なんか大学で教員もやりながら、ベンチャーで会社1個育て上げたって非常にさすが伊福さんすごいなと思ってるんですけど、まあそんなこともありました。で、ここまでは木材からナノファイバーを作って透明複合。カニ殻からキチンナノファイバーを作って透明複合って話だったんですけども、その頃に、この伊福さんも私も矢野先生のところでポスドクしてたんですけども、その頃になんか、回線処理っているのかっていう話をぐだぐだみんなで話してて、いらんのじゃないとかいうような話もしてたんですけども、ちょうどその頃いたシャムスさんってことが、できるでしょ、回線処理なくてもできるっしょっていう話を言い始めまして、で、カニ殻を用意して、これをカルシウムを取って脱マトリックスすると、キチンだけの骨格になるんですね。で、ここに樹脂符合してやら透明になるんじゃないって言ってたら、シャムスさんがなったよっていうのを2011年に発表されました。で、矢野先生が発表されたんですけども、矢野先生の仲のいい、北欧の研究者、ラーシュバーグランドさんという方がいまして、ずっと情報交換をしてて、そしたらこのラーシュバーグランドさんですね。カニが脱マトリックスして回線処理なくて透明になるなら、木材だってなるんじゃないかっていうことでやられました。木材を漂白処理して樹脂複合すると透明になったっていうのを2016年に発表されまして、で、ラーシュバーグランさん先生は、もうずっとこの研究を2016年からブラッシュアップされまして、最近、2020年には非常に面白いなと思ったのが、ここで木材を漂白してやると多孔質体になるんですけども、それをちょっと溶かして部分溶解してやると、違法性の多孔質のエアロゲルができますよっていうところの発表なんかもされてます。で、この違法性多孔質ゲルっていうのは、カーボンにしたりとか、PDOT と PSS 混ぜたりとか、銀とかこういうものをいろいろ複合化することで、木材の階層構造を生かした多機能の、高機能の多孔質材料っていうことを展開っていうのが行われています。なんかもう最近は本当にこの木材の構造を生かしたままナノファイバー、ナノ構造を利用できないかっていう研究が非常に盛んになっております。はい。で、もう一つ、最新研究動向のエトセトラのところなんですけども、これでもう一回セルロースナノファイバーの話に戻りますと、セルロースって皆さんご存知、紙ですよね。燃えますよね。紙が燃えないなんて聞いたことないと思うんですけども、燃えないって言ったら言いにくいです。燃えにくいセルロースナノファイバーがあるんです。で、これが王子製紙さんが、作られてまして、アウロビスコっていう商品名になっているセルロースナノファイバーがありまして、それがリン酸エステル化っていう処理をして、パルプにリン酸エステル化したセルロースナノファイバーなんですね。で、この論文自体は王子さんの、研究成果ではないんですけども、リン酸エステル化セルロースナノファイバーのフィルム。で、こっちがロシ。で、ロシに火つけると燃え広がって何にもなくなります。なくなります。まあ当たり前ですね。ロシ火つけたら消えてなくなる。
でもリン酸エステル化の方は火をつけて10秒経っても全然燃え広がない。焦げたままでほとんど残りますよっていうことです。これはなんで燃えないかっていうと、リン酸エステル自体が難燃性があるんですね。それで、何でしたっけ、忘れましたけど、リン酸エステルが脱水反応がなんか起こして、物を燃えないような機能をするっていうこと、難燃性を付与したセルロースナノファイバーっていうのをできましたと。で、これが去年かな、東京大学の斉藤先生のグループが、店舗セルロースナノファイバーをアルミニウムでイオンで加強した。アルミニウムイオンで交換した、店舗 CNF は、これ木材はこんな風に燃えるんですけども、これは燃えませんねっていう。で、こっちの方はなんで燃えないかっていうと、アルミニウムイオンがあるんで、金属水和物なんで、火がついて、つくと、そこで水が生成するって形ですね。だから火がついて燃え広がると、中から水がじわじわ出てきて自己消火性がある。みたいな感じで、燃えないセルロースナノファイバーっていうのがリン酸エステル型であったり、アルミニウム型の店舗ナノファイバーであったり、あともう一つ面白いのがありまして、東京大学の斉藤先生のところの学生の石岡君という方が、いろいろ発表してるんですけども、口頭では。まだ論文では発表してないので、詳しい話は言いませんけども、今月か来月には多分論文が公開されるんじゃないかなと思うんですけども、でいろいろ話を聞いてまして、うちの学生 M2 の水上くんが作った動画なんですけども、これ先ほどのとほとんど一緒なんですけども、木材は燃えます。パルプも燃えます。でも他のセルロースナノファイバーは全然燃えません。だから難燃性で調べたら、この火つけて1センチ以上燃え広がらないと、なんか結構いい特徴だっていう話らしいんですよね。全然1センチ以上燃え広がらない。これは今さっき言ったリン酸エステル化のセルロースナノファイバーとか、アルミニウムイオンで交換した店舗ナノファイバーとはまた別の種類のセルロースナノファイバーも燃えない。っていうふうにこんな感じで、セルロースっていろいろ燃えないやつがたくさんあるんだなっていうのが最近よく分かってきました。で、これもここなんですよね。ここでリン酸エステル化処理するか、アルミニウムイオンで交換するか、とある処理をするかっていうことで、難燃性も付与できる。だから今日割と最初から言ってるんですけど、回線処理はどうでもいいんで、川上でパルプをいじくってやると、いろいろセルロースナノファイバーは高機能化できるかなっていうふうに考えてます。はい、以上でまとめはもうなんかざっと言ったんで、もうこれだけにします。木を切るか切らないか、これ最初に長々と喋ったやつを話してますけども、木は切って使って植林しましょう。天然林は残しましょう。これはぜひ覚えていただきたいんで、このメッセージと、あともう一個は、日本の人工林は絶賛増量中なんだけど、伐採時期は今まさに伐採時期になってるんで、早く切らないといけない。もう切るためにはどうするかっていうと、やっぱりセルロースナノファイバーをはじめとして、木材、セルロースの魅力的な使い方っていうのを提案できたら、伐採が進むんじゃないかなっていうふうに考えております。はい。以上で発表終わります。ありがとうございました。